2024年4月28日、バンコクからラオスへ向かいます。目的地は古都ルアンパパーン、世界遺産の街。同行するのは去年もルアンパパーンへ行った N 夫妻。日本からラオスは直行便がないので、バンコクに来た時行くのがいいそうです。ゴールドです。ゴールドとクラシックです。クラシック。タイのビールはシンハーが有名ですが、私たちはちょっと甘めのチャンビールが大好き。ちなみにこちらが N 夫妻。4.8%、4.6%。でこれ25周年アニバーサリーの。あ、そうなんだ。なんか派手。本当だ。ドンムアン空港からルアンパバーン国際空港までは1時間半ほど。料金はエアアジアで片道29,960円でした。量も違うね、全然。こんにちはがサバイディ。で、ありがとうがコプチャイ。空港からホテルへ行くための車のチケットを購入。ラオスにはキープという通貨がありますが、タイバーツもかなりの場所で使えます。ホテルまで4、500円で送ってくれるのはこの車。空港から市街地までは車で15分ほど。これがラオスの通貨、キープです。本当だ。1万円分。何キープもあった。133万。1キープがいくらキープは 0.0075 円で。だから1000キープ。 0073。 1万キープでやっと70円ってこと、じゃあゼロを2つ減らして7掛けしたらちょうどいい。ルアンパバーンはラオス北部の古い都。19世紀頃フランス保護領だったので、コロニアル様式とラオスの伝統建築が融合し、この可愛い街並みを作っています。また隅々まで仏教が根付いており、なんとこの街全体が世界遺産に登録されているのです。ありがとうございました。ここは N 夫妻おすすめの宿。靴を脱いで入るという日本の旅館みたいなスタイル。クレジットカードは使えないと言われました。ホテルでカードが使えないというカルチャーショックはありましたが、お部屋は広くて素敵です。わあ、すげえ。N 夫妻の友人 T さんとここで合流。 T さんは前日に福岡からいらして、すでに少し観光したそうです。もうそこ川じゃねさて外を散策してみましょう。ちょっとした道も味わい深いですね。川の方に行ってみましょうか。川の方に降りて。うわ、川来たよ。ルアンパバーンはメコン川とカーン川の2つの川の合流点に作られた町。その川沿いには素敵なカフェやレストランが点在しています。すごいいいじゃん。じゃあラビアなのでいいですか。ラオスのビールで乾杯。よろしくお願いします。ビールにも氷を入れて飲むのがこちら風。シェイクっぽいのが来たね。川沿いで飲むって最高ですね。ではちょっとメインストリートの方へ行ってみましょう。8.9に一緒だ。寺院やカフェ、レストラン、お土産屋さんなどが並ぶ通りです。かわいいお店がたくさんありました。かわいい。観光客が多く、値段を聞くとドルで言われたりします。How much is it? 80ダラー。なんか素敵ないい楽しいお店がいっぱい。
かわいい。 $5 $5 $4 なんか素敵だな、街やっぱ。ね、す楽しいね。こうバザーみたいになってんじゃん。これナイトマーケット？美味しそう。俺の好きな柄ある。俺の好きな。本当だ。インディゴ。はい、180円だっ安い。いいね。た。でもいいじゃん、これラオスで買ったんだって思う。そうだよね。そしてここはルアンパパーン屈指の夕日スポット。料金は1人3万キープ。すでにこの段階で夕日が綺麗です。ここから328段の階段を登ります。これはきつい。これ手すりがないのが。あ、これダメだ、俺結構。空いてるけど。一回休もう。早っ。さっきビールを飲んだことを激しく後悔しました。まだあるの？まだここは中間地点。死ぬかも。昔2人の仙人がここプーシーの丘にたどり着きルアンパパーンを作ったという伝説があり、そのためこうした仏像などが祀られているようです。言ってんだ。このスズメを上で話すんだ。離すの。この鳥がスズメだかどうかは分かりませんが、どうやらこの丘のアトラクションになっているようです。1カゴ5万キープ。好奇心に負けて購入。2匹入っていました。鳥です。チュンチュンチュン。さてまた登ります。来ました、答えが。分かった？プーシーの丘。いつも生活の中で生き物を食べて命をいただいているので、たまには鳥でも逃がして徳を積みなさいという教えです。自分で捕まえといて話して徳を積むっていうのはどうなの？そう言われるとこの鳥は捕まえてきたものなのか育てたものなのかもわからない。あ、まあそうだね。そんなもうすぐだよ。この辺であそこは頂上だわ。来た。登った。じゃあこの辺で逃がそうか。うわ、綺麗。わあ、綺麗。世界遺産の町ルアンパパーンを一望する景色です。いや、ちょっと待って。はい、逃げた。いった。行ったわ。はーい。おい、頑張れ。うわー、逃げた。うえー。あ、見えない。さて夕日を見るためにこちらに移動。でももやがすごいね。そうだね。あ、でもすごいやっぱ絶景だな。うん、この景色ないもんね、世界どこにも。日の入りまで待ちましたが曇ってしまって夕日は見られず、晴れていればこんなに綺麗な夕日が見られるようですが、諦めて下山します。いいね。ね。観光客の民度も高いんだ。この良さ、民度が高くないと伝わんないんだよね。ちょっとわびさび感が。そう。そうだよね。なんかいろんなとこに行った上でこういいなって思う感じだもんね。今日のディナーはこちら、人気レストランだそうです。お疲れ様です。オラーム、ルアンパバーンの伝統的なスープ。ソーセージ食べます。どこで？うまかったですよ。さっきそれは興味あるな。ちょっとすごい食べだぞ。明日、私はあんまり食べないんでだけど結構ペロって言ってました。こちらはレッドライス、もち米です。多分ですが白米よりも糖質少なめ。生春巻き。なんだかよくわかんない。ラープというひき肉のサラダ。コーモップというラオス料理。
魚をココナッツクリームなどで味付けし、バナナの皮で包んだ料理。料理のようであり。ご飯に合う。小魚臭さないです。こちらはチキンカレー、スパイシーな香り。こちらはナマズの生姜炒め。ああ、顔になってんね。フライドライスで締め。5人もいるとたくさん注文できていいですね。お会計は5人で128万5000キープ。1人1700円ぐらい。3人はホテルに帰りましたが、私たちだけマッサージ屋へ。あ、やろう。8万キープだ。足つぼマッサージをやってもらいました。超気持ちいいです。ルアンパバーン1日目はこんな感じで終了。翌朝、朝ごはんを食べに出かけました。サッカリン通り沿いにあるこのお店は西洋人観光客に特に人気のカフェです。ベーカリーも併設されており、パンが美味しいのです。クロワッサンは食べないとね。コーヒー美味しい。濃くて。一応やっぱフランスだから。フランス領時代の名残でしょうか。パンもとても美味しそう。美味しそう。皮がしっかりしてて。器も全部いいよ。エマ夫人の注文したこのバゲットサンド、ちょっといただいたのですが、このサンドイッチはめっちゃうまい。そうだね。美味しいですよ。古民家のようなお店の雰囲気も素敵でした。食後にもう一杯カプチーノを注文。さっぱり。おはようございます。サーバイ。さて、ツアーバスを予約してこれからちょっと遠出します。ここからバスで1時間ほどのクアンシーの滝へ。ツアー代金は1人4万キープ。それとは別に入場料が2万キープ。多分そう。クアンシーの滝は市街から約30キロほどのところにある観光スポット。メコン川の支流で流れ落ちる水の美しさはラオス随一だと言われています。ここは絶滅危惧種ツキノワグマの保護センター。密猟、森林破壊などにより減少している野生のクマをここで保護しています。めっちゃいるわ。で、あんずじゃないっつうの。違うの。子熊といえどもでかいね。ここにクマグッズが売っていました。 T シャツもかわいいね。この T シャツ2枚とエコバッグで1050バーツ。なんとキャッシュオンリー。なんとか現金をかき集めました。よかったよかった。ハプニング。買いました。カード使えない問題ですね。なんだこれ。大きさがわかる。あ、これはこれぐらいだ。本当だ。やっと水が見えてきました。今が？ここで始まったところで、ここが滝だ。あ、まだまだ先があと先行ここの先に滝とプールがいっぱいあう。でもあんまり上まで行くと地獄なる。こんでしょ。れが地獄。あ、4までは行けんの？じゃあ4まで行ここの遊歩道の右側は楽ちんコース、左側が地獄コース。4というのはウォーターフォールビューイングという場所。ちなみに3は熊の保護センター。ざっくりした地図です。このクアンシーの滝は幾層にも分かれ、それぞれが滝壺を持ち、ターコイズブルーのプールが広がっています。広めの滝壺では海水浴する人もいっぱい。着替えする場所はありますが、シャワーやロッカーはないそうです。この棚田のような石灰花壇がクアンシーの滝の見どころ。う。ずーっと滝がある感じなんだね。ずっと滝がある。長い滝を見ている。見てあれ、リアルビッグマンズなんだ。おお、素敵。
大きな広場のようなところに来ました。ここがウォーターフォールビューイングでしょうか。いっぱい魚がいます。魚がいますね。ちょっと疲れたのでこちらのレストランで休憩します。集合時間まであと1時間。ツアーの自由時間は2時間半でしたが、海水浴したり地獄コースに行くにも余裕の設定です。なんかキクラゲ多いね。そうだね。キクラゲ多いね。近くでジップラインもやっていました。高所恐怖症の私はやりませんが。いいね。じゃあ宿に帰ってきてまたリバーサイドで乾杯。ここで夕日を待つことにしました。あのボートいいね。昨日はプーシンの丘で曇ってしまったのでリベンジです。あ、なんか太陽でっかくなったね。だんだんね、ちょっとずつ稜線に沈む時が一番でかく見える。太陽に吠えるぐらい。太陽に吠えるは伝わらないと思うけど。大丈夫です。なんか周り東南アジア太陽が大きくてなんか割と日照が強いから影絵文化が発達したみたいな。さて今日の夕食はモネの絵みたいなお店があると聞いたのでそちらへ向かいます。歩いていたらナイトマーケットの先にフードコートを見つけました。お店の予約までまだ時間があるので少し寄ってみました。ソーセージのよう。昨日の T さんからの情報が忘れられずソーセージを探してみることに。ありました。ポークとビーフのソーセージ1本ずつ買って1万キープ。食べてみましたが美味しくない？まあ何個もやな。なんかこういう食べ物。微妙な味でした。思ってたソーセージではない。雰囲気がってことでしょ。ここは高級ホテルメゾン・ダラブアのレストラン。蓮の池が店内にあり雰囲気は抜群です。わ、すごい、確かにモネだ。池の近くの席に座りたかったのですがリザベーション。やっぱリザベーションなんだ。リザベーションなんだ。予約がないとダメでした。すごいね、これはすごい。これ一番素敵なんじゃないの？パパ。メニューの QR コードをスキャンすると料理の写真を見ることができました。突き出しが来ました。ピーナッツ味の豆や野菜を葉っぱに巻いていただきます。ちなみにこの風の音はお店の人が置いてくれた扇風機。これはクリスピー春巻き。そしてこちらがルアンパパーンソーセージ。さっきと大違い。これはラープ。ラオスのサラダです。昨日も食べましたがこのお店のラープはやっぱりなんだか素敵です。 DIY ラープという名前でしたがお店の人がブレンドしてくれました。その後は自分で好きなように葉っぱを巻いていただきます。サラダなのに手巻き寿司みたいな高揚感。
で、このナスのペーストとこの野菜と一緒に。さっきの延長線上だけどちゃんとうまい。こちらは蒸したメコン川の魚。すごい、トマトソースうまっ。お魚うまいですか？とにかく何を食べてもとても美味しかったです。お会計は4人で2641バーツ。この雰囲気と味でこの値段は破格です。忘れてね。ホテルまでで4人で10万キープ。バイバイ。バイバイ。最終日、ルアンパバーンの朝の風景、白髪を見に来ました。毎朝これやってるってでもすごいですね。地元の人や観光客が通りに並び、僧侶の列に食料やお金などを寄捨します。このルアンパバーンの白髪は、東南アジアでも最大規模を誇るといいます。なんかこうやってご飯こうやってやるんだね。さて、私たちも朝ごはんを食べに来ましたが、じゃあそこ行くあっちの桜ちゃん俺たち。お目当てのお店がお休みでした。次のお目当てのお店に来てみると、あ、いいね、なんかいい感じ。まだ開店前でした。開店を待つ間、こちらのお寺を見ることにしました。ここはルアンパバーンのシンボルと言われる仏教寺院。こちらは本堂、ルアンパバーン様式と呼ばれる切妻屋根が印象的です。背面の壁に描かれたモザイク画はマイトーン、黄金の木と呼ばれ、かつてここに立っていたという160メートルの大木がモチーフになっており、宇宙の軸である生命の木とも呼ばれています。何なんだろうね。なんかお祭りの時に出し。ラオスの正月、ピーマイラオのパレードに使われる出汁のようです。こちらはルアンパバーン王国の最後の王様シーサワンウォン王の棺を運んだ霊柩車。この7頭の竜が王の棺を守っているとか。そろそろかなと思ってお店に行ってみると、わおわお。なんともう満席に。じゃあ待つか。人気店らしいですが、店名がわかりません。すぐに順番が回ってきました。これはカオソーイという米の麺のラーメンのようなもの。ちょっと辛い肉味噌が入っていて、癖になりそうな味わいです。カレーナイズされてるってだね。これなんてさ、在籍した方々が日本人でした。あ、一緒だ。で金曜日の夜に日本出て一回バンコク行って、あ、同じ。旅での出会いは楽しいですね。お会計はなんと4人で260バーツ、1100円ぐ4らい。人でちょっとこのお店でお茶することにしました。こちらは日本人が経営するコーヒーショップ。農園管理から精製、焙煎、抽出まで行い、ラオスの豆の美味しさを世界に届けています。香り、もうすでに香りがいい。ホテルに戻り少しくつろいだ後、最後にまた通りを散歩することに。ピアスを買いました。これにしよう。How about 350? 360 50
边まで。いろいろ観光もしましたが、この街はただゆっくりと散歩したり、疲れたらお茶したりするだけでも楽しい場所なんですね。チェックアウトし、空港までトゥクトゥクで向かうことにしました。最後までこの可愛い街並みを楽しむことができました。この後私たちはバンコクに戻りましたが、それはまた次の動画で。